じゃあ物価調査をしたいと思います。0.100. 水は 0.1 ですね。ドラポートには行かないって言われちゃったんですけど、なんか一番暑い時間に来るのはありかなと思います。ではこちらの塩いただきたいと思います。おはようございます。ケンタビのケンタです。今日からマスカット編をお届けしようと思いますが、通貨が手に入りましたので、通貨の説明からいこうかなと思います。はい、オマーンの通貨はですね、リアルっていう単位になります。で、1リアル2025年2月現在で393円ということですね。2021年は280円とかあったので、すごい円安に傾いております。で、紙幣、今持ってる一番大きいのはこの10リアル4000円ぐらいですね。数字が書いてある面がこんな感じで、なんか遺跡ですかね、遺跡の絵が描かれてます。で、表面は人の顔が描かれているって感じですね。受け取った感じね、結構ね、幅がある感じがしましたね。続いてこちらがリアルです。中央に裏は遺跡かな、建物の表は同じ人ですね、描いております。これで2000円ぐらい。補助通貨があって、いわゆるその米ドルにいうセントみたいな感じなんですけど、補助通貨はバイサっていうらしいです。これがだいたい40円ぐらいの100バイサになります。裏面は剣とか書いてありますね。これがなんか伝統的な三日月塔っていうんですかね、らしいです。これはリアルになるかな。2分の1リアルっていうのがあって、500バイサですかね。1リアルの半分っていうね、これすげえ分かりにくいですけど、2分の1があります。なんだろう、これ氷かな、鷹とかがされている感じです。一応コインがね、手に入りました。コインはね、ほぼ流通してないんじゃないかなと思います。アラビア文字しか書いてなくて、これがどのぐらいの価値があるのか全然分かりません。大きいのとちっちゃいの1枚ずつになりました。後で通貨の説明はそんな感じになります。それではまずぐらいします。はい、ということでちょっとスーパーマーケットに来てみました。で、物価調査をしたいと思います。まずビスケットコーナーに来ましたけども、こんな感じの大きいビスケットが1リアルで400円ぐらいで売ってますね。代表的なオレオ。でもこれは安いですね。これで 1.1 リアルなので、これもまた400円ぐらいですね。これもかなりいろんな種類のお菓子が売ってます。ここら辺が 0.25 っぽいですね。これで100円ぐらいです。ジュースが100円ぐらい。ソションは割と日本と同じぐらいですかね。そんなになんかめっちゃ安いって感じはしないですね。ヨーグルトが 0.27。これでだいたい100円ちょっとぐらいですかね。どうですか、安いですか？そんなに安くないですよね。なんかめちゃくちゃ安いってわけではなさそうです。蜂蜜コーナーに来ました。この大きさの蜂蜜が 1.15 なので400円ちょいぐらいですね。ひまわりオイルですね。1.1 リアルなので400円ちょっとぐらいで売っております。隣のオリーブオイルになるとちょっと高いですね。このサイズのオリーブオイルが 2.3 リアルなので約900円ぐらいでしょう。日本と同じぐらいですよね、やっぱり。フルーツとかは全部品質とかに差があるのでバラ売りになったので、ビニール袋に入れて係のスタッフさんのとこ持っていくとテープを貼ってくれる感じです。こちらトマトですけども 1kg0.17 40円ぐらいですかね。トマトが安いかな。でも品質がね、ちょっとあんまり良くなさそうですね。だいぶ傷んでる感じがします。バナナとかキュウリとかいろんな野菜が売られています。卵はね、バラでも売ってるし、パックでも売ってますね。この15本、1.2 リアルなので、400円ちょいぐらい、450円ぐらい。プライスチェックができるようです。やってみましょう。水。水は 0.1 ですね。なので40円ですね。水は日本より安いですね。500ミリで40円。あとオロナミン C 売ってますね。オロナミン C ちょっと高いですね。200円ぐらい。ちょっと高め。オロナミン C。カップ麺見つけました。0.35 オマーンリアルということなので120円ぐらいですかね。売っております。はい、ということで物価紹介以上にしたいと思います。城西があるらしいのでそっち側に行こうかなと思います。気候はね、割と涼しいですね。多分23度ぐらいですかね。でカラッとしていてすごく過ごしやすいです。バス停に到着しました。ここからおそらく乗れそうです。実はオマーンは車社会ということでバスが
バスとか公共交通機関がすごい少ないと聞いてるね。バスを待って20分ちょいぐらい経過しますが一向に来ません。もうちょっと待ってダメだったら諦めてタクシー使おうかな。ではですね、バスが全く来る気配なく1日近くなってきたので、タクシーの配車アプリで行こうかなと思います。オマーンはですね、こちらのオータクシーっていう配車アプリで来て、これで行けるようです。すでに登録もしてありますので、これでタクシーを呼びたいと思います。一番安いので 1.21 リエル、これで行きます。今ね、配車アプリで呼んだ瞬間にバスが来て慌ててキャンセルして乗ったんですけど、ドラポートには行かないって言われちゃったので、なんだナンバー4っていうことで待ってれば来るのかな。乗れました。ローカルバスです。ドラポートまで300バイザで120円ぐらいですね。安いです。バスもね、すごく近代的で感じです。みんな車乗るからバスガラガラで快適ですね。バスに乗ったタイミングでオマーンの国について紹介したいと思います。オマーンですが、正式国名はオマーン国で、首都はここマスカットになります。日本の大体 85% の広さということです。本州と四国を合わせた面積より少し広いということです。公用語はアラビア語、英語はですね、首都とかだったら使えると思うんですけども、首都でもアラビア語しか話せない人も結構いて通じないこともありました。で、人口は500万人で日本の約 4% と結構少ないですね。宗教はイスラム教のイバード派というのが主流、他にスンニ派とシーア派も存在するということです。主産業は天然ガスで、国の収入の約7割が天然ガスの関連産業になっているということでした。1人当たりの GDP は25,057ドルで、これは結構日本と同じぐらいですよね。で、国旗がこちらで、赤白緑の3色で構成されていて、上部には国章が配置されています。赤は外敵からの防御、白は平和、緑は豊かな農作物による繁栄を象徴しているということです。国章は伝統的なハンデルが使われていて、スルタンの権威を示している国旗ということです。オマーンの紹介は以上になります。こちらムトラエリアに到着しました。港町で海が綺麗です。気持ちいい。水も結構綺麗ですね。透明度が高そうです。なんかね、あそこに木造の船があったりしてすごくいい雰囲気ですね。ムトラフォートっていうあそこの城塞に行ってみようと思います。こちらムトラフォートに到着しました。古めかしい感じです。チケットカウンターでチケット購入 3.3 オマーンリエルということで1300円ぐらいですかね、なります。じゃあ中入りたいと思います。カフェがあるみたいですね。行ってみます。中入ると日本語でも案内が書いてありますね。お気をつけくださいっていうような感じですが、ところどころ間違ってる感じがちょっと面白いですけど、すごい日本語で書かれてあるのはちょっと嬉しいですね。じゃあ上に上がります。ポルトガル建築ということでなんかおしゃれな感じがしますね。風が気持ちいい。一番上に到着しました。国旗がなびいてます。めっちゃ綺麗だな。これはいいですね。内陸側も見て、この景色めっちゃ中東っていう感じがしますね。こちらのマスカットの名前の由来はいくつかあるみたいなんですけども、谷間の美しいものっていうところから由来しているという話や、月が沈む場所から来ているっていう説もあるみたいです。いずれにしてもなんか名前の由来も美しいですね。気持ちいい風が。こちらのムトラフォートですが、ポルトガルの植民地時代にポルトガル人が作ったということですね。イギリスとかからの攻撃を防ぐ防衛拠点として築いたフォートということです。スリランカ行った時もポルトガルの世界遺産のゴールもポルトガルが作ったということで、ポルトガルの影響力をすごい感じますね。すごくいい雰囲気なので、ここのカフェにも行ってみようと思います。
中のカフェめっちゃいい雰囲気なんだけど、すごいいいなここのカフェ。カフェの中もすごくエアコンが効いていて雰囲気もめっちゃ良かったんですけど、せっかくなので風を感じながらコーヒーをいただきたいと思います。アイスコーヒー 1.5、オマーンリエルということで550円ぐらいですかね。いやー最高ですね。しかもこのコーヒー結構ね美味しいです。自分好みのアイスコーヒーですね。割と酸味がしっかりあってエチオピアっぽい感じかな。なんか香りもすごく良くてちゃんとしたコーヒーです。めっちゃ美味しい。ヌトラフォート出てきました。すごく好きな場所ですね。好きな雰囲気でした。めっちゃ静かで潮風が気持ちよくてコーヒーがうまかったです。で近くにスープがあるということなのでスープまでブラブラっと行ってみようかなと思います。ムトラスーク到着です。中入ってみます。入り口はこんな感じです。今スークの中いるんですけど、このルバンっていうのが入香ですかね。これがなんか特産品らしいです。なんか食べることもできるらしいです。なんか木の樹脂、木をなんか乾燥させた香りがするやつらしいです。食べてみます。なんかグミみたいな感じ。味はしないですけど、なんかバニラ粉みたいな香りがしますね。これで燃やして使うらしいです。燃えてないので香りはちょっと分かりませんが、こうやって使うようです。でなんか入香はですね、水に入れて朝飲むとなんかお腹の調子とかがすごく良くなるよっていうことでした。燃やしても使えるし、飲んだりしたりしても使えるみたいですね。でもこれでもう終わりか。そんなに大きいスープではなさそうですね。ちょっと足を伸ばして博物館とかも行ってみようかな。はい、割とこじんまりとしたスープでしたね。すぐ見終わりました。次行きます。今大タクシーを使ってこちらの博物館に来てみました。バイト・アル・ズバイル博物館という施設の博物館になります。チケットは 3.2 オマールリアルで1200円ぐらいですね。割と高いです。建築物から被服品、アクセサリーなどいろいろ展示されております。こちらは女性の被服品展示コーナーになってます。ブレスレットとか指輪の展示もされています。こちらは男性の被服品の展示コーナーです。この国旗にも使われているハンジャルっていう短剣がすごく美しいですね。こちらのハンジャルは昔は護身用として使われていたようなんですけれども、今は装飾品や結婚式とか清掃するときに使われるようです。はい、今中回って出てきました。結構ね、こじんまりとしている割に展示物がしっかりあってなかなか面白かったですね。あとね、エアコンがすごい効いてるので暑い時ちょっと涼みに来たり、日中一番暑い時間に来るのはありかなって思いました。では次行きます。街中は花が咲いてたり樹木がしっかり手入れされていてとても気持ちがいいです。なんか海風も気持ちよくてとてもいいですね。こちらアルミラールフォートという要塞になります。こちらもポルトガルの植民地時代に作られた城塞ということですね。その隣に並ぶようにあるのがアルジャリフォートになります。昔は監獄とかとしても使われていたということですね。それに並ぶようにお隣にあるのがアラム宮殿ということです。なんか素敵な宮殿があります。アルジャリフォートの中には入ることができなくて、
下まで行こうかなと思ったんですけど、立ち入り禁止の札がついてました。今中に入ろうとしたら11オマーンリエルって言われて約4000円もするので博物館になってるみたいなんですけど、ちょっと諦めます。晩ご飯はこちらバルト・アル・ルバンというところでオマーン料理をいただきたいと思います。シュワという伝統料理を頼んでみました。あとこちらですね、おすすめだと言われたハイビスカスジュース、あとはウェルカムドリンクというかウォーターですけど、これ多分乳香を溶かしたウォーターだと思います。じゃあいただいてみます。水いただきます。不思議な香り、なんとも言い難い香りがついてます。くすんだなんか木の香りというか古い古民家の香りというか、そんな感じです。ハイビスカスのジュースいただきます。あ、うまい。すごい酸味があってベリージュースみたいな感じですね。来ました。こちらシュワというオマーンの伝統的な料理ということです。お祝い事とかそういった時に食べる特別な料理らしくて、このお肉がですねマリネしてすごく柔らかいお肉ということですね。手の込んだ料理らしいです。いただきたいと思います。ではこちらのシュワいただきたいと思います。ではいただきます。割と味付けはそんな濃くなくて薄味ですね。お肉がホロホロっとほどけているんですけど、でも柔らかすぎずなんかいい感じに肉感が残っていて美味しいですね。口に入れるとスパイスの香りが結構口いっぱいに広がる感じですね。でも強すぎず弱すぎずすごくちょうどいい感じ。こっちの白いソースもつけていただいてみたいと思います。ヨーグルトソースつけるとヨーグルトの爽やかな酸味が広がってまたちょっと違う味になりますね。美味しい。でこちらのトマトソースなんですけど、こっち辛くなくて本当に純粋なトマトソースですね。味はね結構なんかワイルドな感じで、トマトの臭みっていうのかなと塩気があってアクセントになってすごく美味しいですね。多分今の日本のトマトじゃ作れない味だと思います。昔の日本のトマトみたいな感じかな。分かりますか？野生味がある感じですごく美味しい。はい、今日はデザートも注文してしまいました。こちらですね、アサビザイナブというチーズをくるんで揚げた伝統的なお菓子らしいです。そしてこちらはサフランミルクいただきたいと思います。いただきます。外がすごいパリパリでチーズがしっかり巻かれてて美味しいですね。甘さはね意外と控えめです。乳香の香りもしますね。ちょっとすごい独特な感じになっていて、チーズドーナツっていうのかな、そんな感じの味です。こっちのバニラアイスに乳香が使えてるっぽいですね。すごいねエキゾチックな味がして面白いです。これはね食べたことない味ですね。はい、お腹いっぱいいただきました。16.98 万リアルということでめっちゃ高かった。6000円くらいしてた。酒飲んでないのに1人でちょっと6000円がちょっと高すぎました。まあでもすごく美味しかったし、オマーンの伝統料理を食べれたので、これはもう今日だけ特別ということで多めに見たいと思います。はい、それではですね、本日はこれで1回動画を切りたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ということで現地の SIM カードを手に入れたので、次は現地通貨を調達したいと思います。大変楽しそうです。こちらの列車に乗ってリヤドに向かいます。さすが中東の大国サウジアラビアの首都というだけあってめちゃくちゃ綺麗です。